きゅうりって炒めてもとても美味しいです。きゅうりとナッツの炒め煮。ほんとねいいんですよこのレシピ。結構しっかり味で保存も効きます。冷ました方がより美味しいし、すっごいしみしみになってて、でも食感は失われないんですよ。家でもこういうのちょっとささっと男性が作っちゃったりして、奥さんいつもありがとうみたいな。皆さんこんにちは。本日のごちそうさまチャンネルは男子レシピ、ぜひ男性に作ってもらいたいレシピですね。きゅうりとナッツの炒め煮。はい。なんかきゅうり炒めんのみたいなね感じがしますけど、きゅうりって炒めてもとても美味しいです。でかつ結構しっかり味で保存も効きます。でお子さんは今日豆板醤入るんですけど、辛みを抜いていただければすごく好きな味だと思います。ナッツも入ってねちょっと香ばしい感じなので。はい。じゃあ早速作っていきます。材料ですが、きゅうり、それからナッツね、今日ミックスナッツなんですよ。それこそミックスナッツっておつまみのやつあるじゃないですか。あん中からガサッと持ってきた感じで、家にあるもの何でもいいです。アーモンドでもピーナッツでもくるみでも、それから炒めるのにごま油使って、で合わせ調味料が生姜すりおろし、醤油、すし酢、酒、みりん、砂糖、豆板醤ですね。はい、まあ素朴ですね。家にある調味料で作れちゃうと。まずきゅうりの下ごしらえからしていきます。きゅうりはヘタの部分と反対側の先端を少し落としていただきます。でこう割るように、ちょっとハイボールこぼれそうだなやっぱり。ちょっとあなた遠くへどうぞ。こういう感じですね。そうするとこう割れます。この割れた断面が非常に複雑なわけですよ。なので味が染み込みやすくなるっていうね。でこれ切る 1.5。はい。でさらにナッツも叩きます。ナッツはこういう保存バッグにですね、何でもいいです。袋でも袋でも。で今すりこぎ使ったので同じように。こんな感じかな。ちょっと粗めでいいですね。ほんと細かくしなくても大丈夫。こんなぐらいで十分です。そしたら合わせ調味料の準備します。まず生姜すりおろしですね。はい、生姜すりおろしたらこういう小さいボウルに移して、でここに調味料、お醤油、すし酢、お砂糖、みりん、酒、豆板醤ですね。ちょっと辛みよく混ぜます。はい、ここまで準備できたらきゅうり火入れていきます。まずフライパンに火をつけ、ごま油。中国だともうお店行ったらねきゅうり炒めっていうのがメニューとして存在しますね。昔よく中国出張が多くて、よく食べてましたね。でかなりしっかり味の炒め物で味が染みてて美味しいんですね。だからまあそういう感じで今日のメニューも考えたというか。はい、炒めます。きゅうり。できゅうりもちょっと火が入ってくると少し表面が半透明みたいになってくるんですよね。それは目安ですよね。ナッツ入れる目安で、表面うっすら火が入ってきたらここでナッツ、でナッツを炒めるとすごい香ばしい香りがしてきます。でその香ばしい香りを感じたら調味料ですね。では調味料入れていきます。でこのまま炒め煮にしていきます。ほんとねいいんですよこのレシピ。自分で作っといてなんなんですけど、1週間後に食べたんですよね、作って。全然美味しいんです。味がボケないですね、しっかり炒め煮にするんで。毎日ねちびちび何かを食べながら飲みたい人にぴったり。このぐらいですね。だいたい強火でゴンゴンやっちゃっていいんで、というのはコトコトやっちゃうときゅうりに火が入りすぎて、ちょっと食感消えちゃうかもしれないですね。
なので強火でさっとこう蒸発させて一気に煮含める、そんな感じですかね。でこれ完成で盛り付けるんですけど、これ冷ました方がもしかしたら美味しいんですよ。はい、熱々も美味しいんですけど、冷ました方がより美味しいし、でこれで一晩置くと結構ねしみしみになってね、きゅうりの色もしっかり茶色になりますね。はい、完成です。早速いただきたいと思います。まずあったかい方からですね、出来たてを。で出来たてを食べるときはこのちょっと汁に浸かってるところからこう上げてくる感じがいいかな。ナッツ。しっかりしてる。美味しい。しっかりしてるんだけど、まだきゅうりの水分がちゃんと残ってる感じですね。ちょっと若い感じ。でもこのまま食べても全然美味しいです。で冷たい方。これね昨日ですね、確かね作ったのね。やっぱり冷やした方がおすすめかもしれないな。中華料理屋行って一番最初にこれが出てきたらちょっと嬉しいですね。こういう気の利いた感じが。家でもこういうのちょっとささっと男性が作っちゃったりして、奥さんいつもありがとうみたいな。栗原さんもあれですか、いつもありがとうみたいなことで奥様に。いや、いつもありがとうっていうかいつも作ってるんで、はい、僕の場合はたまに作る男性じゃなくてもう日常的に作る男性なんで、基本毎晩ちゃんと作ってます。なのでね、きゅうりの食感も残ってて、歯ごたえもいいし、すっごいしみしみになってて、でも食感は失われないんですよ。はい、そんな美味しいレシピなのでぜひやってみてください。お父さん頑張れ。